どうもこんにちは、ランパパでございます。本日はですね、新作シューズのご紹介でございます。紹介するのはですね、2月15日に発売されたばかりのこちらのホカオネオネのマッハ6でございます。私ですね、前作のマッハ5もですね愛用していて、これねめちゃめちゃ気に入ってるんですけれども、それのね待望の新作ということでですね、ちょっと飛びついてすぐに買ってしまいました。今日はですね、このマッハ5との比較もですね交えながら、こちらのマッハ6の方ご紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ではですね、最初にこのマッハというシリーズがどういったものかについてですねご説明したいと思うんですけれども、ホカオネオネのシューズの分類として大きくですね2つ分類がありまして、レーシング向けのシューズと、あとはジョグ向けのシューズ、大体で大きく分けて2つに分けられています。で、レーシング用のシューズがどんなものかというと、例えばカーボン X であるとか、あとはロケット X、こういったシューズがですねレーシングのシューズの部類になります。そしてジョグ用のシューズはクリフトンであるとか、あとリンコンやボンダイ、このようなシリーズがジョグ用というふうにですね分類分けされています。で、このマッハがどちらに分類されるかというと、レーシング用のシューズに分類されています。で、このマッハがカーボン X やロケット X とどういうふうに違うかというと、大きく違うのはカーボンが入っていないということですね。なので比較的リーズナブルです。でありながら、すごく軽いですし、反発性もあります。そして厚底でクッション性もあると、そういったシューズ、これがマッハの特徴になっています。ではですね、次にこのマッハ6のデザインについてちょっと見ていきたいと思うんですけれども、このアッパーの部分に関しては前作とそこまで大きな違いはないです。素材がね少し名前が違うんですけれども、かといって素材が大きく違うかというとそういうことはなくて、デザインはもちろん違うんですけれども、少しメッシュの割合が増えてるかなというふうに感じるぐらいですね。で、他のロゴなんかはこういうふうに半透明のシールがね貼られています。前作のマッハ5は透明ではなかったんですけど、今回はね半透明になってますね。はい。そしてかかとの部分ですけれども、マッハ6という名前が入ってますよね。マッハ5にはそういったものは見られません。このタンの部分も少しねメッシュの割合が増えてるかなという感じがしますね。このようにマッハ5だとちょっと見えにくいんです、黒くて見えにくいんですけど、そこまでメッシュの割合は広くないです。で、マッハ6の最大の変更点と言っていいと思うんですけれども、このソールの部分ですね。前作と見比べてみると一目なんですけれども、前作のマッハ5はですね、このようにソールがですね2層構造になっているんですね。で、こちらのプロフライという、ミッドソール、これがですねクッション性のある柔らかい素材で作られたソールですね。そしてこの下の方の白いソール、これがアウトソールですけれども、これが比較的硬めで反発性のあるソールなんですよね。で、こういうふうに2層構造だったんですけれども、それがマッハ6ではこのように1層構造になってます。で、これがスーパークリティカルフォームというなんか必殺技みたいな名前ですけれども、そういう名前のソールになりました。この1層のソールで反発性と、あとクッション性両方とも生み出す、そういったものになっていますね。で、もう一つの大きな変更点というのがですね、靴底にあります。このように固めのラバーがつきました。マッハ5は履き込んでいて汚いのでもうお見せしないんですけれども、マッハ5の方はですねラバーついていないんですよ。で、歴代のモデルもちょっと見てみたんですけれども、マッハシリーズはですねラバーのついてるモデル1個もなかったんですけれども、今回マッハ6で初めてラバー、この固めのラバーがつきました。こ
これなんでついてるのかなって思ったんですけれども、ここがですね比較的柔らかい素材なので、ここにラバーをつけないと本当にあっという間に削れて、なくなってしまうということが懸念されるので、多分その対策としてこういう、ラバーをつけたんじゃないかなと、固めのラバーをつけたんじゃないかなと思います。前作までのマッハは硬いラバーがついていないので、耐久性の面でね心配な面があって、用途としてはレースとか、あとは短い距離での店舗走であるとかダッシュとかね、そういった用途で使うことっていうのが、他のサイトのレビュアーの方も言われていたんですけれども、今作このマッハ6はこのようにねラバーが装着されたので、ジョグでもね結構使えていけるのかなというふうに私は思います。カテゴリーとしてはねレーシングシューズというカテゴリーではあるんですけれども、より普段のジョグとかでもね使いやすくなったなと、そういうふうに思います。また靴の厚みに関しても増していまして、前作よりも最大で8ミリ厚みが増していると言われています。これによってね、さらにね前作よりもクッション性、反発性増しているんじゃないかなと思います。はい、そして重さに関してなんですけれども、公式サイトに載っている重さは 232g です。それに対してマッハ5の方は 235g ということで、最大 8mm ソールがね厚くなっているのにもかかわらず 3g ね軽くなっているということでね、全体的にね軽量化が図られているということがね分かります。で、靴の中身に関しては、あんまり見えないと思うんですけれども、目に見えて変わっているとこっていうのはですねほとんど見受けられないですね。ではですね、この2足に足入れして実際に履いた感じのね違いについても見ていきたいと思います。はい、早速双方のねシューズを足入れしてみました。こっちがマッハ5でこっちがマッハ6なんですけれども、これね足入れした瞬間パッと分かったんですけれども、これサイズ全く一緒ですけど、こっちの方が窮屈な感じがちょっと今のところしています。マッハ5の方が新品じゃないんで単純に比較はできないんですけれども、でもこの靴ひものね間隔を見ていただくとすぐ分かると思うんですけど、こちらの方が明らかに広いですよね。なんだろう、このアッパーのこの生地の部分が短く作ってあるのかな、そんな感じでもないですけどね。これ比べたら分かるんですけど、このつま先からかかとに向かってのラインがかなり違いますよね。こちらかなりこのかかとに向かってこうせり上がってる感じがあるんですけど、こちらはそうでもないですよね。多分ここの辺りの差であるのかな。だからなんかここの辺りが窮屈に感じるのかな。少しですけどこの甲の部分がね当たる感じがあるんですよね。で、立って比べると分かりやすいんですけれども、マッハ6の方がどちらかというと前傾になりやすい、作りをしているというふうにね感じます。マッハ5はもう新品じゃないので、単純に比較はできないんですけれども、でも、やっぱりマッハ5を履き始めた頃に感じていた感覚よりもより前傾で、転がるような感じですね。そういう感覚が強いですね。はい、ということでマッハ6と5履き比べてみたんですけれども、初めてねマッハを履くような人は、お店とかでサイズとかね見て買っていただければいいと思うんですけれども、これまでマッハを履いてきてこのマッハ6に乗り換えるというような方に関してはですね、形状がね若干違ったりとかね、履き心地が若干違う面もあるので、そのままのサイズで乗り換えるとちょっとね感覚が違うように感じる方がいるかもしれないです。なのでちょっと一度ねお店とかに足を運んで試し履きをして選んでいただく方が
より失敗が少ないのかなというふうに思います。はい、ということでね、今回はこちらのマッハ6のご紹介をさせていただきました。このね、厚みのあるソールでね、反発性、クッション性どちらもねアップしていると思いますし、あとね、こちらのラバーがね追加されたことによってね、用途もね広くなっていると思いますので、もし気になった方はお店などで試していただければどうかなと思います。ということで今回の動画は以上になります。この動画がいいと思った方はグッドボタン、またチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また日々のランニングのログをストラバにアップしております。概要欄にリンクの方を貼っておりますので、そちらの方もぜひフォローの方よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。